皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。数式モデリングでは数式の根を求めなければならないことがあります。この計算ではニュートン・ラプソン法がよく用いられます。ニュートン・ラプソン法は簡単にニュートン法と呼ばれることがあります。しかし、ラプソンの貢献度の大きさを考えると、私はラプソンの名を削除すべきではないと考えます。今回はニュートン・ラプソン法、略して NR 法についてお話しします。最初に球根法とは何かについて説明します。図に示すような関数 y=fx の曲線を考えます。この例では y の値が x の増加とともに減少し、ある x の値で0になっています。球根法とは y=fx の関数において1式を満足する x、すなわち数式の根を求める方法のことです。代表的な球根法はニュートン・ラプソン法です。本法では反復計算により根を探します。最初にその原理について述べます。今、図のように曲線 fx に x=xi で接する直線を y=ax プラス b で表します。これが x 軸と交わる点の x 座標を xi プラス1とします。2式が3、4式を満足することは明らかですね。そこでこれらを2式へ代入すると5、6式を得ます。今、6式から5式を引くと7式を得ます。7式は x=xi での fx に対する接線なので、式中の a へ f'(xi) を適用し8式を得ます。8式において fxi プラス1 =0と置くと9式を得ます。本式は NR 法の基本式であり、これを使って反復計算を行うと根が得られます。1変数の場合の NR 法の計算アルゴリズムは次の通りです。まず、初期値 x0 を仮定し、これを9式へ代入して推測値 x1 を求めます。次に x1 を9式の右辺の値に置き換え x2 を求めます。同様の操作を繰り返し、順番に x3、x4 を求めていきます。またその都度相対誤差の絶対値イプシロンからなる収束判定条件をチェックします。そしてイプシロンがデルタよりも小さくなったら反復計算を終了します。この時の収束値が fx の根です。収束判定に対して他の研究者が行っていないちょっとした工夫についてお話しします。NR 法では新しい推測値が収束範囲に入ったら計算値はイプシロンの2乗の速度で収束していきます。例えばイプシロン=10のマイナス3乗であれば、次の反復計算の相対誤差はイプシロン=10のマイナス6乗程度になります。相対誤差の指数部の絶対値は計算値が真の値と一致している桁数を大まかに表します。倍精度計算の場合、10のマイナス15乗から10のマイナス16乗が精度向上の限界なので、計算値がこの相対誤差の領域に達したら計算を終了することになります。よって判定条件をデルタ=10のマイナス15乗または10のマイナス16乗のオーダーに設定しようと考えるかもしれません。しかし、デルタをこの丸目誤差の領域の値に設定すると判定の効率が悪くなることがあります。そこでイプシロンが10のマイナス10乗よりも
小さいという条件を推測値が満足したら、もう一回計算を繰り返して終了するという案が浮かぶかもしれません。しかしこの時も問題が生じることがあります。数式が複雑で桁落ち誤差が大きい場合、相対誤差が10のマイナス10乗を超えたとき、計算値は相対誤差の2乗で収束しなくなることがあります。例えば、うまく収束する場合、相対誤差が10のマイナス10乗程度の値になったとき、もう一回計算を繰り返すと、10のマイナス15乗程度となります。しかし、桁落ちが大きいとき、次の相対誤差は例えば10のマイナス12乗程度になり、上述のような相対誤差の2乗の速度では収束しません。そこで私はデルタを10のマイナス14乗程度とし、この時の判定条件が満足されたらもう一回計算を反復して終了することにしています。それでは実際に数式を使って根を求めてみましょう。数式例として11式を使用します。その曲線は図に示す形状を持っています。これには次の3個の根があります。求めたい根が x1 であるとしましょう。初期値を x0 イコール 1.0 として NR 法により計算を行いました。その結果、7回の反復計算が行われ、図に示す流れで x1 の根が求められました。前述のように計算が繰り返されるたびに相対誤差がその2乗で小さくなり、最終的に10のマイナス16乗になっています。これより根が丸目誤差の範囲で得られていることがわかります。これは真の値と14ないし16桁程度一致することを意味します。次に、求めたい根が x2 であるとしましょう。初期値を x0 イコール 1.7 として計算を行いました。しかし、この場合、図に示すように x3 が得られました。そこで初期値を 0.1 だけ増やし x0 イコール 1.8 としました。その結果、この場合には x2 を求めることができました。これより明らかなように NR 法では関数の形状に応じて適切な初期値を選択することが必要です。一方、すべての根を求めたいときがあるかもしれません。このような場合、挟み撃ち法を用います。しかし、このような状況は実際には少ないので、ここでは触れません。もう一つの例を考えましょう。数式の例として12式を用います。その形状は図に示す通りです。根は約 0.8879 の1個だけです。初期値を x0 イコール 0.5 として NR 法を適用しました。これにより根をうまく求めることができました。一方、初期値を x0 イコール 2.7 にすると、100回の反復計算後でも収束しませんでした。計算結果を見ると、x イコール3前後の値が繰り返し求められていることがわかります。この理由は曲線の形状から明らかです。初期値 x0 イコール 2.7 は下に凸の曲線の辺極点近傍にあります。このため接線が辺極点の両側で交互に引かれ、この周辺の値が繰り返し求められたのです。この計算は無限に繰り返され、いつまでも収束しません。
これにより根を得るには初期値をできるだけ根の近傍に設定しなければなりません。これは明らかに NR 法の欠点です。なぜならば通常根はどこにあるのか分からず、初期値を根のごく近傍に設定することは困難であるからです。次に多変数の場合を考えましょう。理解しやすくするため、まず変数の数を2個とします。また式の数も2個とし、これらを13、14式で与えます。これらは8式に似た次のような接線の式を与えます。これらを行列で表記すると次のようになります。左辺において F1 イコール0、F2 イコール0と置くと、17式は18式を与えます。18式を使い1変数の場合と同じように反復計算を行えば、13、14式の根を求めることができます。収束判定には19、20式を用います。そこでイプシロン1、イプシロン2がデルタよりも小さくなったとき、計算をもう一回反復した後に終了します。多変数の場合の反復計算の式は、ベクトルを使うと次のように与えられます。また、判定条件は自式となります。1変数の場合と同様、根の近傍に初期値を設定しなければ収束しにくくなります。多変数の場合には収束値を得るのが著しく困難になります。このため多変数のためにさまざまな求根法が提案されています。NR 法の特徴をまとめると次のようになります。1、収束領域内では計算値は相対誤差の2乗の速度で真の値へ収束する。2、収束値を確実に得るには根の近傍に初期値を設定する必要がある。3、多変数になると収束が困難になる。4、しかしながらNR 法は理論が平易でプログラミングが容易である。このことから NR 法は求根法として多くの研究者に用いられています。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画までごきげんよう。